左手の人差し指に繊維がこういう身に対して横向きに、イカの旨味って水に溶けやすいんですよ。ヤリイカのイカそうめんということで、今日はこれですね、ヤリイカ、こちらのヤリイカを使って、イカそうめんってね、ただイカを細く切るだけなんですけれど、一応ね、イカそうめんの作り方を紹介しようかなと思いますんで、イカってね、皮の剥き方が大きく3種類ありまして、一つはね、スミイカみたいに表も裏も、手で剥けるイカがいて、もう一種類はアオリイカね。アオリイカっていうのは内側は、手で皮を剥いて、外側は包丁を使って、皮を剥くイカがいまして、あともう一種類がこのヤリイカだとか白イカだとかね、そういったイカで、このタイプのイカは、内側だけ皮を剥く、外側は皮を剥かずにそのまま食べるイカなので、その辺もね紹介しようかと思いますと。で、イカをねさばくときは、胴体とこのイカのゲソとをばらして、内臓を取り除いてと、こういった形でねさばきますんで、このさばき方なんかも紹介しようかと思いますと。まずね、イカのさばき方を紹介するんですけれど、こういったイカのさばき方には2種類ありまして、1つはね、ここに指を入れて先にゲソを引き抜いてしまうさばき方と、もう1つは、先ほどね、やったみたいに先に胴体を切り開いて、そこから内臓とゲソを取り除く方法と。僕はね、基本的には先に胴体を開いてゲソを取り除くようにしているんですけれど、なんでこうするのかというと、ゲソの裏にイカって墨袋がついてるんですよ。僕はね、先に胴体を開いてからゲソをこう持ち上げた方が墨袋が途中で破れる確率が低いのかなと思うので、先にこういった形で胴体を開いて、そこからね、ここにゲソがこう入っているので、このゲソを引き上げるようにしていますと。ゲソはここね、こっちが、イカの顔なんですけれど、顔の裏のこの部分に墨袋が入っていますんで、墨袋はこれ見つけたら先にね、こういった形で引っ張ると取り外せますんで、見つけたら取り外しておいた方が後々ね、イカが汚れる可能性が低いんじゃないかと思いますんで、胴体とゲソとに分かれましたら、今度ここにね、イカの内臓がついているので、この内臓はこういった形で手で簡単に外すことができますんで、内臓を外してしまいます。ここゲソの真ん中にこのイカのくちばしが残っているので、このくちばしを、手で引き抜きますと。そうするとこういった形でくちばしが出てくるので、なのでゲソに関しては、くちばしとこの内臓を先に取り除いてしまいます。これ当然ね、イカの内臓がここに入っていたわけなので、内側の面というのは汚れているので、ここで一度、このイカの胴体の方を水洗いしますと。一度水洗いしたら、ここから、イカの皮を剥いていきますと。基本的にイカというのは水につければつけるほど、旨味が抜けていくと。イカの旨味って水に非常に溶けやすいんですよね。水洗いするのは胴体とゲソとを分けたこのタイミングのみと。この時点でね、こう墨袋が破れてしまうと、この内側に結構墨が残るじゃないですか。これをね落とそうと、水洗いの時間が長くなると、どんどんイカの旨味が抜けていってしまうので、なるべく墨袋が破れにくい方法で水洗いします。エンペラがついているこの外の硬い皮、これはもう手で引っ張れば簡単に取れますんで、まずはこの外側の硬い皮を外してくださいと。
ここからがね、先ほどお話しした外側の皮と内側の皮っていう話ね。でスミイカの場合はこの内側のこの薄皮も外側の皮も手で剥けると。アオリイカの場合は、こちらの内側の皮は手で剥けて、外側の皮は、包丁で剥くと。ヤリイカだとか、白イカだとかね、あとスルメイカの場合、三角形の、イカの場合は外側の皮というのは基本的にはもうこれ以上は剥くことができないんですよ。こちらのね、内側の皮、こちらの皮はさらしでこういった形で内側に残っている薄い膜を剥ぐことができるので、この皮を処理するだけで、ヤリイカ、ケンサキイカ、白イカっすよね、スルメイカだとかお刺身にすることができます。この薄皮はね、こう手でもこういった形で剥くことができるんですけれど、さらしだとかペーパーだとかを使って剥いた方が滑らないんで剥きやすいので、一応ね参考までに、作業効率が上がりますよっていうね、そんなお話ですね。内側の皮が剥けましたら、最後ここね、最初にイカがこう筒状になっていて、ここから開いたじゃないですか。ここっていうのはイカの中骨が入っていたラインなので、このね骨に接してた部分ってイカ硬いんですよ。硬い部分は、そぎ落としてしまいますと。骨のねしっかり真ん中に包丁が入れば両サイドに硬い部分が残るはずなので、両サイドをこういった形で薄くねそぎ落としますと。ここまでがイカの身の下処理と。ちなみにね、これヤリイカというのは基本的にね、流通するのは冬の寒い時期、主な産地は北海道だとか青森だとか、あと神奈川なんかでも水揚げがあったりするんですけれど、全体に北の方のイカといったイメージですかね。で逆に、ヤリイカと似たイカで白イカ、ケンサキイカっていうイカがいるんですよ。そのケンサキイカなんかは比較的ね西の方、九州だとか山口だとかあの辺りで水揚げがあるイカといったイメージですかね。ヤリイカとね、ケンサキイカというのは結構ね食感も似ていて見た目も似ているんですけれど、その2種はこのゲソを見れば簡単に見分けることが可能でして、イカってこう2本手があるじゃないですか。ヤリイカはねこの手が短いんですよね。ケンサキイカになるとこの手がねこの倍ぐらいの長さ、すごいね手が長いイカなんですよね、ケンサキイカは。ヤリイカはこの手が短くて、でしかも細い。見た目は似ていても手を見ればヤリイカなのかケンサキイカなのかは簡単に見分けることができると。続いてね、これイカの耳の処理の仕方を説明します。イカの耳もね胴体と同様で、この真ん中の骨が入っていたラインが硬いんですよ。切り離しますと。あとはこれね、表に色の濃い皮と裏には透明なね薄い皮がついていますんで、こんな感じでね、この裏の薄い皮とこの表の厚い皮を剥けば、イカの耳の、下処理は完了と。なので、イカの身と、耳の処理は意外と簡単。こんな感じですね。はい、耳の処理が終わりましたら、続いてねイカゲソの処理を紹介します。イカゲソはこれね、こう見た時に顔が表と裏とありますので、下処理をする場合は、裏側から、包丁を入れます。先ほど紹介した細い手ね、この手は正直ねプニプニしていてなんかね食べてもあまり美味しくはないので、この手はね先に切り取ってしまってもいいかと思います。裏を向けますと、ここにねこのロートがついてるんですよ、イカとカタコって。このロートの、真ん中からゲソは切り開きますと。ここで
完全に切り離さずに表の顔の皮を、ここの皮を残すイメージで、まずは包丁を入れます。そうしますとこういった形でねゲソが開けるので、ここにね目玉が入っているんですよ。この目玉に向けてねハスに両サイド包丁を入れますと。そうするとこういった形でイカの目玉が取り出せますんで、これでゲソの下処理は完了ですね。イカのゲソというのはこのままだとなかなかに汚れているので、ボウルか何かに移して塩をね若干多めに加えて、塩もみをして汚れを落とします。塩を多めに入れるので、この時点ではねどんどんゲソに塩が入ってしょっぱくなってはいくんですけれど、この後にね空もみをするとこの塩はある程度抜けていくものなので、ここはね気にせず思い切って塩を入れて、塩もみしてください。こういった形ですよね。しっかりともうこのぬめりが細かい泡になるぐらい塩もみをしたら、ここで一度、水で洗い流します。このねぬめりと塩とを、水で洗い流したら、今度は何も入れない状態で、空もみします。そうすると、こういった形でねどんどん泡立ってくるので、この空もみをすると先ほどこのゲソに入り込んだ塩分が、多少は抜けるっていうね。で、このぐらいね、空もみをしたら、ここでもう一度水で洗い流します。余分な水分を拭き取るだけですね。ここまでがゲソの下処理と。ちなみにねこれゲソは、焼いても揚げてもいいですし、鮮度さえ良ければ、お刺身でも食べられると。新鮮だとイカのゲソって、こういった形でねぐるぐるっと先端が丸まるんですよね。こんな現象が起こるよと。身と耳とゲソと下処理できましたんで、あとは、細く切ればイカそうめんの完成です。ここからイカそうめんを作っていくわけなんですけれど、これねイカを刺身にする場合はポイントが2つほどありまして、1つはねイカの繊維の向き。イカっていうのはこれね繊維がこういう身に対して横向きに入っているんですよ。柵に取って、お刺身を作るんですけれど、食感を、残したければこの繊維に沿って切ると。だからこっちの向きに切ると。で、食感を柔らかくしたければ繊維を断ち切るようにこっちの縦向きに切っていくと。こっちで切るのか、こっちで切るのかでイカの食感は、変わりますよと。これが一つのポイントでして、で、もう一つ、イカというのは基本的にこの身の内側が甘いんですよね。なのでこの断面で見た時の、この真ん中の部分が、結構甘みが強いんですよ。内側がしっかりと下に乗るように刺身を切ると甘みを感じやすいイカ刺しになると。一つ方法としてはこういった形で、イカの身を半分にねスライスして薄い2枚のイカにして、刺身に切るとより、甘みを感じやすいイカ刺しができると。ただこれね薄くする分当然ながら食感はなくなっていくので、バランスですよね。どの程度味を出してどの程度食感を残すのかっていう好みで調整してくださいと。切るときは、細く切って、こういった形でまとめておけば、盛り付けやすいので、こんな感じでね、イカそうめんは作りますよ。こうやって細く切っていくんですけれど、この細く切るポイントとしては、左手の人差し指にこの包丁のこの峰の部分を当てて、動かす。こういった感じで、比較的ね綺麗に身は切れるんではないかと思いますので、よかったら、お試しください。今回ねこれイカの身を使ってイカそうめん作ったんですけれど、これイカの耳で作ってももちろん食感があって美味しいですし、
あとはこれね、お刺身で食べるのであればね、このゲソなんかも添えて食べても美味しく食べられますので、お好きなようにお召し上がりくださいと。イカ刺しを食べる際はこれね、わさびも合いますし、生姜も合いますし、お塩とすだちなんかで食べても、美味しく食べられますので、好みで召し上がりくださいということで、本日は、ヤリイカを使ったイカそうめんの作り方でございました。